街道一の弓取りの異名を持つ今川義元。今川氏の発展を受け継いだ彼は、今川氏の内紛により家督を継承します。花倉の乱です。歴史を大きく動かしたこの戦いはどのようなものだったのでしょう。はいどうも皆さんこんにちは。今回は今川義元についてお話ししていきます。今川義元というと桶狭間の戦いで織田信長に負けたということが有名ですので、一般的にはダメな武将というイメージが強いかもしれませんが、全くそんなことはありません。未来に生きている私たちからしたら先の歴史を知っているので、今川義元はダメな武将と思ってしまいがちですが、当時を生きている人たちからしたら今川義元は超優秀な武将です。今回の動画ではそんな今川義元はどのような武将だったのかについてお話ししていきます。それではまず最初に今川氏についての振り返りから始めていきましょう。今川氏が本拠地としていたのは駿河の国、現在の静岡県にあたります。この今川氏で家督争いが始まって、京都からやってきた伊勢宗瑞が甥の龍王丸を今川氏の当主にしました。この龍王丸が今川氏親、今川義元のお父さんです。その後も今川氏と伊勢氏は協力して領土を拡大していき、今川氏親は駿河を統一して、伊勢氏は伊豆と相模を統一しました。この段階までは伊勢氏は今川氏の家臣という立ち位置でしたが、伊勢宗瑞が隠居して伊勢氏綱が当主となったことを契機に独立していきます。ちなみにこの伊勢氏綱が北条氏綱と名乗ったことから、伊勢氏は北条氏と呼ばれることになるのです。こうして北条氏は東へと勢力を伸ばしていき、今川氏は西へと勢力を伸ばしていくことになります。さて、今川氏は西へと勢力を伸ばしていくのですが、今川氏の本拠地である駿河の国の西側には遠江の国がありました。この遠江、以前は今川氏のものだったんですが、千葉氏によって奪われたという過去があり、今川氏にとって遠江を取り戻すことは先祖代々持ち続けてきた願いだったんです。なので今川氏親は遠江侵攻を繰り返していきますが、千葉氏としても黙って遠江を渡すわけにはいきません。この時遠江の守護を務めていた柴義弘は尾張の清須城にいて今川氏の動きを見張っていました。このような今川氏の動きを察知した柴氏は、当時形成されていた今川北条包囲網の中に加入してこれに対抗していきますが、さすが最弱の寒冷家柴氏といいますか、今川氏親によって遠江を奪われてしまいます。こうして今川氏の悲願である遠江奪還を果たした今川氏親でしたが、今川氏親はこのタイミングで病死してしまいます。その後今川氏の家督は息子の氏輝が継承し、さらに西側にある三河の国へと歩みを進めていくんですが、この氏輝は病弱だったと言われており、24歳で急死してしまいます。さて、こうなると氏輝の後継者は誰にするかという話になりますが、ここはさすが今川氏、氏輝は病弱だったので、もしものことがあれば弟の彦五郎が家督を継ぐと決められていました。家督争いで家が2つに分裂するということは歴史あるあるなんで、家督争いを未然に防ごうと先手を打っていたんでしょう。それなら次の今川氏当主は彦五郎だろうと思うんですが、ここで問題が発生します。実はこの彦五郎が氏輝が死んだのと同じ日に死んでしまっているんです。氏輝と彦五郎が同じ日に死んでいるのは不審だということで、この2人には病死や暗殺などいろいろな説があります。病死なのか暗殺なのか、それはよくわかりませんが、確実に言えることとしては、家督争いを未然に防ごうと手を打っていたのに2人同時に死ぬという予想外の出来事で、今川氏の当主を継ぐ人物がいなくなったということでした。こうして今川氏親の妻である寿桂には出家させていた他の兄弟から当主を決めることになります。呼び出されたのは摂斎という僧に預けていた泉岳正法。彼を還俗させて今川義元と名乗らせます。こうして寿桂尼と摂斎の支援のもと、今川義元に家督を継がせようとするんですが、やはり悲しいことに家督争いが起きてしまいます。今川義元の家督継承に反対する勢力が現れたんです。反対したのは今川氏内部の有力者である串間氏です。串間氏はもう一人の弟の元寇恵探を擁立して対抗馬とし、今川義元を襲撃します。花倉の乱の始まりです。こうして始まった花倉の乱ですが、登場人物はほぼお坊さんなんで、お坊さんたちが家督をめぐって殺し合いをするという現代の感覚から見たらシュールな戦いになっています。さて、
今川義元を襲撃した元寇江丹の軍勢ですが、この襲撃は失敗してしまい、元寇江丹は花倉城に籠城します。ここで動いたのが北条氏綱でした。北条氏綱は今川義元を支援してこの戦いに介入していきます。さらに甲斐の武田信虎もこの戦いに介入。南で同盟を結んで北にある信濃を安全に攻めたいという思惑があったんでしょう。今川義元を支援しました。こういった支援のもと、今川義元は元寇江丹が拠点としていた花倉城を攻略することに成功。元寇江丹は自害に追い込まれ、今川義元の勝利によって花倉の乱は終わりを迎えるんです。こうして当主となった今川義元ですが、彼は外交政策を大幅に変更していきます。そもそもこれまでの今川氏はどういう外交方針だったのかというと、北条氏との友好路線でした。というのも今川氏は経図を遡っていくと北条氏と親戚関係に当たるんで、これまでは北条氏とのつながりが強かったんです。しかしこの外交方針を今川義元は武田氏との友好路線に切り替えていきます。今川義元が武田信虎の娘と結婚したり、反対に今川義元が公家の娘を武田氏に紹介したりしています。そうなると当然ですが、北条氏綱はこのような状況に黙っていませんでした。少し話は戻りますが、冒頭で伊勢氏綱が北条氏綱と名乗ったという話をしましたね。北条氏というと鎌倉時代の執権北条氏が思い浮かぶ人も多いと思います。北条政子とかがいる北条氏のことです。よく鎌倉時代の北条氏と戦国時代の北条氏は関係があるのかという質問を目にすることがありますが、結論から言うと彼らは血筋的に関係ないと言われています。ではなぜ伊勢氏綱は北条を名乗ったんでしょう。そもそも鎌倉時代の北条氏の仕事はどんな仕事だったのかというと、関東の覇者である将軍を執権として補佐することでした。北条氏綱はこの北条氏と自らを重ね合わせて北条と名乗り、関東の覇者である鎌倉久保を補佐するのは我らだと主張したんです。これが伊勢氏が北条氏を名乗った理由でした。しかしこれに怒った一族がいました。上杉氏です。というのも上杉氏は関東管領という役職を代々務めており、その関東管領の仕事は鎌倉久保を補佐することだったんです。上杉氏からすると突然現れた伊勢氏が以後北条と名乗り俺が補佐すると主張しているんですから、喧嘩を売られたことになります。こうして上杉氏は打倒北条氏を掲げて昔から関東にいた勢力たちを味方にし、北条包囲網を作り上げるんでした。こんな包囲網の中で北条氏が戦っている時に今川氏が武田氏と同盟を結ぼうとするんですから、北条氏綱からすると今川氏の裏切りに見えます。北条氏綱は武田と同盟を結ぶなと抗議しますが、新しく当主となった今川義元はそれを無視して同盟を結んでしまうんです。北条氏綱が激怒するのも仕方がありません。こうして北条氏綱は駿河へと兵を差し向けるんです。これが第一次加藤一乱です。今川義元の目線から見ると、当主に就任した途端に関東で勢力を拡大している北条氏が攻め込んできたんですから、相当恐ろしかったことでしょう。もちろん軍勢を派遣して対抗しますが、経験に勝る北条氏綱によって瞬く間に駿河は侵略されてしまい、富士川より東側を北条氏綱に奪われてしまいました。これを受けて今川氏も援軍を要請。武田氏と扇ヶ谷上杉氏は援軍を派遣しますが、北条氏はそれらの軍勢を返り討ちにしています。それどころか北条氏綱は扇ヶ谷上杉氏の当主が病死した隙を突き、逆に本拠地の川越城を奪ってしまうんです。こうして結果的に今川氏、扇ヶ谷上杉氏ともに領地を失っており、この戦いは北条氏の大勝利に終わりました。そんな時、北条氏綱は古賀久保、足利晴氏に助けを求められます。古賀久保というのは関東のお偉いさんですね。この頃古賀久保は2つに分裂しており、お弓久保と争っていました。そのお弓久保が攻撃を仕掛けてきたから助けてほしいと北条氏綱に助けを求めてきたんです。これは北条氏にとって願ってもいないことでした。というのも先ほどお話しした通り、北条氏は関東の人たちからするとよそ者、関東を統治する正統性が弱かったんです。そんな時に古賀久保という関東のお偉いさんが助けを求めてきたんですから、正統性が確保できます。古賀久保の命令によりお弓久保を討つという大義名分が成立するんです。
こうして古学坊を味方につけた北条氏はお弓久保に宣戦布告。対するお弓久保足利義昭は河野大城に入り、氏綱も嫡男である氏康と共に江戸城に入りました。こうして始まったのが河野大合戦です。お弓軍の作戦は江戸川を渡ってきた北条軍を迎え撃つというものでした。川を渡ってしまえば北条軍が撤退することは困難になり、殲滅することができるだろうと考えたんです。そもそもお弓久保の足利義昭は将軍家の一族である私に弓を引けるような人物はいないと考えており、北条氏を完全に甘く見ていたという話も残っています。義昭に味方した里見義高は、川を渡っている最中は動きが遅くなるから、その間に攻撃するのが最善策だと主張しますが、義昭はそれだと北条軍がビビって逃げてしまい殲滅できないではないかと主張して、あくまでも殲滅に固執します。この会話を終えた里見義高は、この戦は負け戦だと判断し、いつでも逃げることができる位置に移動してお弓久保を見捨てることを決意したんです。こうして戦いが始まっていき、川を越えた北条軍とお弓軍が激突。背後が川になった北条軍は撤退のことを心配するどころか、背水の陣で激戦を繰り広げていきます。そんな時、足利義昭のもとに伝令が届きます。弟の足利元頼が討ち取られたと言うんです。さらに続けて伝令が来ました。息子の足利義澄が討ち取られたと言うんです。弟と息子を失った足利義昭は激怒して、自ら北条軍へと突撃。そこに一本の矢が飛んできて義昭に直撃します。こうしてお弓久保はあっけなく滅亡し、20年以上続いた古学坊の分裂は足利晴氏の勝利で幕を閉じたのです。さて、いかがだったでしょうか。今川義元が家督を継承した頃の情勢がなんとなくつかめたかと思います。最後にお話ししたお弓久保滅亡により、お弓久保を支援していた丸安武田氏も共倒れ、北条氏と里見氏が丸安武田氏を侵食していき、丸安武田氏は滅亡してしまいます。また勝利を喜んだ足利晴氏は北条氏綱を関東管領に任命するんです。今まで京都からやってきたよそ者として扱われていた北条氏は、関東統治の正当性という難題をこうして解決するんでした。さて、次の動画では甲斐に視点を移しましょう。ということで、次の動画では武田信玄についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。